いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。このチャンネルでは釣りに関するなるほどややってみようが見つかるようなそんな学びのある時間をお届けしています。さて本日ご紹介するテーマは多くの方が一度はつまずく壁、エギングで飛距離が出ない理由とその改善方法について解説していきます。キャストしても思ったよりエギが飛ばない、狙いたいポイントまで全然届かない、風があると全然前に進まない、そんな悩み感じたことはありませんか？実はそれ、ちょっとした投げ方の工夫や道具の見直し、そして知っておきたい基本動作を抑えるだけで驚くほど変わります。今回の動画で飛ばない理由を理解して飛ばす方法を実践し、飛距離と超過がアップできれば嬉しいです。本日の結論です。振り抜きのスピードを意識する。ロッドのしなりを活用する。エギの選び方を見直す。本日の目次です。なぜ飛ばないのか。飛距離アップの5つのテクニック。やってはいけない NG 行動。普段からできる工夫。それでは順番に見ていきましょう。なぜ飛ばないのか。まず最初に、なぜ自分のキャストではエギが飛ばないのか、その原因を3つに分けて分析していきます。ロッドの振りが遅い。最も多い原因の一つが、ロッドの振り抜きスピードが遅いことです。エギは意外と空気抵抗が大きく、ゆっくりとしたキャストではスムーズに前に進めず、すぐに失速してしまいます。ロッドはしならせて止めるような感覚で振り抜きます。ポイントはスナップの効いた鋭く速い振り抜きです。シャープに振ることでロッドの反発力がエギにしっかりと伝わり、初速がついて飛距離が伸びます。テイクバックが浅い。続いてはテイクバック。つまりロッドを後ろに引く動作が浅すぎるという点です。ロッドをしっかりと後ろに引かないと十分にしなりが作れません。しなりがないと反発も生まれず、力を生かしきれないキャストになってしまいます。ロッドの反発力を最大限引き出すには、体全体を使ってしっかりとテイクバックを取ることが大切です。しかし、振りかぶる前には後方の安全確認を忘れないようにしましょう。ライントラブル。3つ目のポイントは、ラインの状態によるトラブルや抵抗です。キャスト時に PE ラインが絡んでいたり、たるんでいたりすると、エギにしっかりと力が伝わらず、ブレーキとなって飛距離が大きく落ちてしまいます。キャストの前に一度、ラインを軽く引っ張って、たるみを取り除いてください。たったそれだけでも飛び方がまるで違ってきます。飛距離アップの5つのコツ。ここからは今すぐ実践できる飛距離を伸ばす5つのテクニックを紹介していきます。タックルの見直し。まずは自分が使っているタックルの見直しです。ロッドとリールのバランスが取れているかを改めてチェックしてみましょう。おすすめの基本セッティングは以下の通りです。ロッド 8.3 フィートから 8.6 フィートの M クラス。リール2500番から3000番のスピリングリール。PE ライン 0.65 から 0.85。リーダーフロロカーボン2号前後。約1ヒロから 1.5 ヒロ。ほんの少しの号数や長さの違いでも飛距離やキャストの安定性は大きく変わってきます。エギの重さと重心の見直し。次に使っているエギの重さにも注意してみましょう。飛ばないと感じたときはエギのタイプや重心設計を見直すチャンスです。最近では重心移動タイプや後方重心のモデルが増えてきており、そうしたエギを選ぶと飛距離が大幅に伸びます。フォームの改善。飛距離を出すにはキャストフォームの見直しがとても重要です。闇雲に力いっぱい振るのではなく、ロッドの反発力を最大限に活かすことが大切です。流れとしては体重移動、テイクバック、振り抜き、リリースポイント、前方45度。この4つの動きを意識して連動させることで、スムーズかつ遠くに投げれるようになります。サミングで姿勢を整える。サミングとはキャストの際に
スプールの端を指で押さえて糸の出を調節する技です。横風が強い時に軽く指をスプールに当てることで風で糸が出されるのを防ぐことができます。風を利用する。最後のテクニックは風を味方につけることです。向かい風ではなかなか飛びませんが、追い風の時は飛距離アップのチャンスです。追い風に背中を向けて高い位置からキャストしてみましょう。条件が良ければ10メートルから15メートル以上も飛距離が伸びることもあります。やってはいけない NG 行動。ここではエギングで飛距離を出す上でついやってしまいがちなやってはいけないキャスト動作 NG 行動を紹介します。意識しないと繰り返してしまうことが多いので、この機会にしっかり見直しておきましょう。力任せのキャスト。全力で思いっきり振れば遠くまで飛ぶ。そんなイメージを持っていませんか？実はこれ大きな間違いなんです。力任せに振ると手首や肩を痛めてしまう可能性がありますし、ロッドのしなりを活かせず、結果的に飛距離は落ちます。また、力みすぎるとタイミングがずれて、エギが変な方向へ飛んでしまうことも。大切なのは、ロッドの反発力と体のリズムをうまく使って投げることです。力ではなく、タイミングと技術で飛ばす感覚を使いましょう。リリースミス、ラインの指トラブル。もう一つの NG 行動は、リリースのタイミングが遅れることや、指にラインが引っかかってしまうことです。スピニングリールでのキャストでは、ラインを指で保持した状態からタイミングよく離す必要があります。このリリースが遅れると、エギが下方向に飛んでしまい、まるでドロップショットのようなキャストになってしまいます。逆に速すぎると上空へ上がって失速。これも飛距離が出ません。また、ラインが指に引っかかったままになっていると、キャストと同時にバチンと跳ね返ってトラブルになったり、最悪怪我につながるケースも。おすすめは事前に手を乾かし、ラインを軽く張ってスムーズに抜ける感覚を確認しておくこと。慣れていないうちはスローなキャストでリリースのタイミングだけを練習するのも効果的です。このようにキャスト時の力みやリリースミスはどちらも飛距離を大きく損なう要因になります。丁寧に安定したキャストを心がけていきましょう。普段からできる工夫。最後にキャスト技術を日々の中で高めていくためにちょっとした工夫をご紹介します。フォームを撮影して見直す。スマートフォンを使って自分のキャストフォームを動画で撮影してみましょう。客観的に見ることで改善点が明確になります。プロや上手な人の動きと比べることですぐに差に気づくことができます。ラインメンテナンスを忘れずに。EE ラインやリーダーの劣化はキャスト時のトラブルや飛距離低下の原因になります。定期的にラインを巻き替えたり、スプールを洗浄してあげるだけでもかなりの違いが出てきます。今回はエギングで飛距離が出ない原因とその改善方法をテーマにじっくり学んできました。ちょっとした意識でキャストは劇的に変わります。振り抜きのスピード、ロッドのしなりの使い方、エギの選び方、この3つを少しずつ見直していくことで、あなたの釣りはきっと変わります。届かなかった場所に届き、今まで釣れなかったイカとも出会えるかもしれません。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは釣りを通じて学ぶをテーマに様々な動画を配信しています。今回の動画で勉強になったと思っていただけましたら、評価並びチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント欄で釣りについて勉強してみたいことや、この動画を見て取り組んでみたいことなどございましたら、ぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。